もうすぐ長女は学校のキャンプだ。キャンプと呼んでいるけれど、日本でいうところの修学旅行のような、とにかく泊まりがけの学校イベントだ。もう少し先の予定なのだけど、ポーチとか仕分けバッグだとか、旅行に便利そうな長女のグッズを少しずつ作っとこうかな。去年自分用に旅行で使う洗顔ポーチを歯切れをアップリケをして作ってとても使いやすかったから、今回も自作ポーチの型紙を使って長女に作っていきたいな。小さいサイズも作って2つぐらい作ろうかな。そういうわけで歯切れを物色中。洗顔ポーチは長女も気に入っていたから、お揃いみたいな感じのデザインでもいいかもしれないね。何色にしよっかな。もう一回り小さいサイズのポーチも作るから、同じ形でサイズを小さく型紙を作ろう。今回も歯切れで可愛くアップリケしていきたいな。長女はフルーツが大好きだから、フルーツモチーフなんかどうかな。ちょっとバランスが悪いな。さくらんぼが真ん中？りんご？試行錯誤してデザインはようやく決まったかな。小さい方はカップケーキにしようかな。下の部分は違う生地で切り替えたいから、その型紙も別に作っておこう。ハトロン紙も歯切れだからシワシワだ。それじゃあカットしていこう。こんな感じになるね。いいね。1個ずつモチーフの型紙を作っていこう。りんご、さくらんぼ、レモンにみかん。アップリケにするモチーフをカットしていこう。これは原型作り中の仮縫いしてた生地。これをレモンにしよう。これはりんご。
これはみかん。これはカップケーキのカップにしよう。小さな赤のドット柄。チョコカップケーキにしたいからこの茶色の歯切れにしよう。裏地もカットしていこう。小さい方のポーチの裏地はどうしようかな。これにしよう。早速作っていこう。下の切り替え部分の生地を上下1センチ折っておいて本体に縫い付けていこう。小さい方も同じく縫い付けていこう。アップリケを作っていこう。中表にしてぐるりと縫おう。縫えたらカーブに切り込み、アップリケの裏側にも切り込み、ここから表に返そう。これはリンゴのパーツ。こんな感じでアップリケのパーツをどんどん作っていこう。大きいポーチのアップリケはできた。小さいポーチの方のアップリケもどんどん作っていこう。
今日はご近所さんにたくさんレモンをいただいたので、レモネードを作ろう。今日はアップリケのパーツをポーチの表布に縫い付けていこう。ミシン糸の色もいろいろ使いそうだね。手縫いでもいいのだけれど、今回はミシンで縫い付けてってしまおう。全部一応縫い付いたから、ちょっとだけ刺繍しようかな。ポーチを仕立てていこう。ファスナーをポーチの長さに切って、端っこを返し縫いしておこう。
ァスナーの端をこうって縫おう。表布に中表に合わせてから上から5ミリぐらいを縫っていこう。裏地を表布と中表に合わせて上から7ミリぐらいのところを縫ってファスナーを縫い付けよう。表布同士を中表に合わせて上から5ミリぐらいのところをまた縫ってもう片側のファスナーの端を縫い付けよう。裏布同士を中表に合わせて同じように上から7ミリぐらいのところを縫っていこう。ファスナーのすぐ脇を表からステッチをかけていこう。返し口を8センチくらい開けて脇を縫おう。まちをこう折ってここを縫おう。返し口から表に返そう。返し口を手でまつろう。小さい方のポーチも作っていこう。